こんにちは、ずんだもんなのだ。おかずにお目にかかります。令和最新版ナルコフレンザリソートスーパーロボット、嵐レイです。めっちゃ癖の強いやつ来たのだ。今日は何をするんですか？今日は以前やったザ・ファイヤーライズの韓国にフォーカスを当てたモッドが出たからそれをやっていくのだ。その名もザ・ファイヤーライズコリアクラス。韓国の有名人がたくさんいるな。ムンジェイン、ナムヒョン、イジェミョン、ユンソンニョル、パククネなのだ。国家選択画面に韓国しかねえの。そりゃこのモッドの主役韓国だし、もちろん今回プレイする国家も韓国。それじゃプレイセットを読み込んだら早速ゲーム開始なのだ。目指せトンネル、ボタンの蓋をぶっ潰せ。早速、大韓民国の詳細が見れるな。大韓民国は自圧化危機以来社会不安を解決できていないらしく、世界最低水準の失笑率は大韓民国の存続を脅かしているのだ。毎日成功しろのな。この動画を見ている人はもう分かっていると思うけど、あくまでこれはゲームのモッド、現実とゲームを混同しないようにするのだ。当たり前なのだ。あとその手やめろ。それじゃ韓国の現状について見ていくのだ。今の与党は共に民主党。2020年だし当然だな。大統領はムン・ジェインなのだ。指導者特性でノムヒョンの継承者がついていて、人口が若干減る代わり安定型社会自由主義に対する支持率が上がるのだ。今私友人、ノムヒョンと後を追ってムン・ジェインが大統領になったんだな。なかなかなるじゃねえか。なんで上から目線なの？で、次は国民精神。国民精神一つ目はチェボルの支配。チェボルってなんだの？財閥のことなのだ。まあ韓国といえば財閥といえば韓国なのだ。ただ、地方化補正に額がかかる以外は全部出ますと。これは財閥解体しないとダメですな。そんなことしたら韓国経済が終わるのだ。二つ目は深刻化する高齢化問題。韓国って出生率が1を切ったって言ってたのな。早急になんとかする必要があるのだ。ここは一家に一台嵐を置いて人口を増やしましょう。ロボットを置いたところで人口にはカウントされねえのだ。ロボットまでするわけねえよ。三つ目の国民精神は元分以来の最大反兵器。今は大韓民国国民の大多数が自国を先進国だと思っているし、それが当然のことだと考えている。生産効率上限と生産効率成長、工場出力なんかにバフがかかるのだ。4つ目は通貨危機の教訓。アジア通貨危機でウォンが一斉に投資家連中に売られまくって価値が急落、ドル建て借金が払えなくなった結果、韓国は一とが惨事なしだからね。見るとそんなことがないように韓国はドルをたくさん保有しているという時に備えているのだ。そして最後の国民精神はろうそく革命精神。前大統領パク・クネの退陣を求める市民運動が最終的に憲法裁判所の弾劾につながったろうそく革命。そんな世界的に見ても最も成熟した韓国の民主主義を表す国民精神なのだ。北韓と中国は4回として21世紀に入って網膜政権交代した台湾、自民党がほとんど政権を握り続ける日本に至るまで、これらの国同士大韓民国とと成熟した民主主義国家はないな。そして国家方針はこんな感じ。少なくね。イベントで後からどんどん増えていく感じだからご安心を。ちなみに国家方針の内容は新型コロナウイルス関係なのだ。コロナウイルス懐かしいな。最後に工場とした艦艇、航空機の数。民需工場は20人、軍需工場は15、造船所は8なのだ。陸軍大国なだけあって師団数は50門。艦艇の方も空母2隻を含め76隻。戦闘機は818機と少し少なめ。研究枠は4枠なのだ。適当に決めておきましょうかね。そしてディシジョン場面には国体の勢力図があるのだ。青が与党の共に民主党、赤が保守政党の自由韓国党、オレンジが中道保守の正しい未来党なのだ。保守政党の自由韓国党は後に国民の力に名前が変わるよ。元が国会の過半数を取れていないとか気になるな。下の方にスクロールすると兵器輸出に関する項目があるのだ。自動法を売れるみたいだな。それじゃあやることやったし時間を進めていくのだ。早速日本に関する情報が来たな。現在の韓日関係は残念ながらあまりよろしくないのだ。徴用工問題にホワイト国リストからの除外、ジーソミア終了の危機と非常によろしくない。ムン・ジェイン政権は日本に対する強硬姿勢を崩していないし、当面は投資法もならないから投資だ。次は北韓の情報が来たのだ。政権調整から半世紀、2018年には三軍村宣言が出されて経済の期待感が高まったけど、その後のハノイ米朝首脳会談が何度成果も得られずに終わると、北韓は大韓民国に対して再び敵対姿勢を見せるようになったらしいっすの。大スロー潰しませんか？まあ待て待て、一応同じ民族だからご安便に。次は中国。
韓国最大の貿易相手で対抗対象である中国。しかし近年では経済依存と戦略的緊張が複雑に絡み合っているのですな。中国は大韓民国にとって経済上重要ではあるが、もし中国がアジアに新秩序を打ち立てようと我々の自主権を信頼するとき、大韓民国はどのような選択をすべきなのか。時間だけが教えてくれるだろう。最初の国家方針が完了。2020年という区切り、前の10年を振り返ってみると、非核化交渉の停滞、セノル号、ろうそく革命、ピョンチャンオリンピックと実に大変だった。次の10年はきっとより良いものになることを切実に願うのだ。いきなりこれかよ。とりあえず対策を練らないと。ミシソン仮面から国内のコロナの感染状態を見れるみたいだね。まだ300人か。今もう300人と同じ回だろ。とりあえず感染者の以前の行動ルートを調べるのだ。日常速報江南感染者の動線公開というタイトルがコミュニティの急上昇に上がると、皆が無意識に投稿をクリックした。そこではコロナの追加感染を防止するために政府が公開したコロナ感染者の1日が緻密に書かれており、他人の目にさらされていた。芦原区感染者動線案内。18時35分から21時高台入口駅の宮台。21時22分から21時34分 GS コンビニ高台入口店。21時54分から8時30分テーマホテル。8時30分から9時30分イムンリュウカムジャタン専門店。コメント欄はすぐに炎上した。こいつ昨日ホームラン打ったな。こんな時にやってんのか。追い流ずに言ってみろ。人じゃねえ。人は誰かの素顔をネタにして一日の退屈さを紛らわせ、他人の実名ではなく行動経路だけでその人を規定する。そして今日もコミュニティには新たな行動経路が投稿された。誰かの日常が皆のおもちゃとして再び浮かび上がっていた。なんか感染拡大を防ぐために行動経路を公開したらネット民のおもちゃになっちゃったのだ。こいつ、大韓民国の少子高齢化問題を解決するためにホテルに行ってるの、国民名の方のものだな。前もネット民と同じことするんじゃねえのだ。ニュースでも大々的に新型コロナウイルスについての報道。ロボットも私には関係ない話だ。中身、有機生命体は脆いな。ここで政界でも動きがあったのだ。自由韓国党をはじめとする保守政党3党と一部鉄道準備委員会が統合し未来統合党が新しく発足したのだ。セヌリ党以来となる保守勢力の再統合になるよ。もしかして政権交代するのか。マーミンス党がちゃんと政治をやっていればならないでしょう。コロナウイルス対策はワクチン研究の開発に進むのだ。科学関係させろのな。今度は原油価格の高騰とのニュースだ。それに伴い各国株価が急落しているのだ。サウジアラビアと無添加商法停止しているらしいが、あいつらは何をなっているんだ。それに伴い我が国にもすぐに第3次オイルショックとして影響が波及。経済成長率がすでにマイナスになってるらしいっすの。ただでさえコロナ対策でくっそ忙しいってのにオイルショック対策もしなきゃいけないのか。と言っていると貿易規則を無視して集会を開いた宗教団体で大規模集団感染が起こったらしいの。神はコロナから信者を守ってくれなかったのだ。国家方針は休校令に進むよ。学校は閉鎖だ。リモートで授業を行え。休校令。元来学校に行きたがる学生は誰もおらず、伝染病が発生した時は休校令が下りるのが常であった。同様に休みが終わる頃、休みが終わらないことを願いながらも学校に何かの天変地異が起きることを願う人々も常に存在した。しかし誰もがその願いが叶うとは思ってもいなかった。いやマジで俺ら学校行かないって。ナイス。よっしゃーもんは就任パーティー募集。先着順9人まで受ける。いつまで学校行かないってわからないって。オンライス無人大統領万歳。友人たちの反応は様々だった。そりゃあ学校行かなくていいなんて当然みんな喜ぶだろう。私もそうだし。私もマインクラフトでもやってみるか。どれどれ。ログイン ID がカイザーライヒプラネットアースット。学校が休校になってる中で生徒は遊びまくっているようなのだ。秋友の話はどうでもいい。大統領執務室長の日、サウジアラビア国内で内乱と東アジトのこと。留意しておくのだ。同時に大韓民国第21代国会議員選挙が行われたとのこと。今回の選挙の結果、共に民主党が選挙で大勝。議会で野党の阻止なく法案を通せるスーパー与党の地位を確保したのだ。野党の議内投票上は反対したっぽいな。これで国会で法案を通しやすくなったのだ。今度は保管と軍曹1名が BM ネットを越えて韓国側に脱走してきたらしいの。非武装事態を越える際に保管側から襲撃を受けるのももいなが、非常を受けて無事のものだ。南側を地上の楽園だと思って脱走してきたようなのだ。面白いやつだ。もし軍隊に入れてなろう。軍だもん。なんかアメリカの方から長そうな雰囲気が漂ってきてますの。コロナウイルスの指揮貿易の失敗により感染者、死者数が急増。
サウジアラビア危機により米国内のホットラ不安定。極めつけは米国内で右翼武装団体などの極端な支持勢力が活動範囲を広げていると。最悪の場合、集団にでも内戦へと突入する可能性すらあるのか。除民官青瓦台除民1艦3倍午後8時17分。会議が終わった大統領は遅い夕方のお茶を一口飲み、席を立った。机の上にはすでにの四民大統領秘書室長が持ってきた茶色い機密文書封筒が一つ静かに置かれていた。国情院からたった今上がってきた報告です。の室長が封筒の紐を解きながら低い声で言った。隣にはパク・チウォン国情院長が無表情で立っていた。大統領は書類を受け取りゆっくりとめくって読んだ。報告のタイトルは簡潔だった。内戦の可能性まで出ているのか？はい、まだ可能性の水準ですが、我々が確保した資料によれば、一部の州で実際武力衝突の準備中との情報もあります。特に共和党の一部過激派と連携した民兵隊組織が大統領選挙後、武装でも、甚だしくは連邦政府庁舎選挙まで検討中のものとされます。この事案は静かに追跡し続け、外交部とも情報共有をして在米国民保護法案まで準備しておくように、もちろん在外交換対策もともに準備をしないといけない。秘書室長、関連内容は公開会議では言及せず、大統領記録館にも別途指定で残すように。はい。の室長は文書を再び封筒の中に入れて封印した。部屋の中は再び静まり返り、大統領は静かな目で窓の外を眺めた。長年の友が好きだったあのタバコを取り出した。コロナに、オイルショックに、アメリカの社会不安と、この頃の大統領が大変そうですが。大変なのは国民の方も同じなのだ。なんか気づいたら、300万人近くコロナに感染してるんですけど。死者数も5万人近く出ててまずいのだ。ワクチンの方も 60% しかできてないし、これはまだまだ感染被害が広がりそうですが。ここで隣国日本では別省が辞任。首相が変われば、反日関係も重くなるか。ここで野党第一党の未来統合党が、透明を国民の力に変えたようなのだ。こいつら、いつも透明変えてんだ。オイルショックから半年、2020年9月にはようやく経済回復プランが始動したよ。今まで新型コロナウイルス対策しかしてこなかったから、経済対策が遅れたぜ。でも新型コロナウイルスに全力を尽くした結果、同じく9月にはワクチンが完成。そのまま翌10月には新型コロナウイルスに対しての勝利宣言が行われたのだ。結局、500万人近くの国民が感染して、8万人が死んだか。感染者数はだいぶ抑えられたけど死者数はかなり多く出たのだ。クオンソントンという男が国民の力に復党したらしいの。無所属の国会議員だったのは国民の力に戻ったのか。確か、あいつってユンソンニョルを政界に招いた人の一人だったのな。そうなのだ。ユンソンニョルは今はまだ政界入りしていないけど、この後すぐ政界入りするのだ。サウジアラビアで皇太子への反乱。サルマン国王の死去に続き、サウジアラビア王国での武力衝突の発表により、世界中に波紋が広がっている。地球上で最も抑圧的な体制の一つであるこの政権は、常に腐敗、不安定性、そして宗教対立に悩まされてきた。これら亀裂が今日明らかになり、皇太子に対する反対政府であるアラビア王室連合が中央政府に対して武装蜂起を開始した。サウード家の終焉か？サウジ国王が新型コロナウイルスに勝てずに崩御したという報道が外信を通じて伝えられた。ムハンマド・ビン・サルマン皇太子が即座に即位したが、これをめぐり王室傍系人と共和主義者が反乱を起こした。米国と中国をはじめとする兄弟国が各自の支援組織を決め、この内戦に介入し、中東は燃え上がった。青瓦台国家安保室長、外交、国防、産業部長官が急いで駆けつけ報告を挙げた。外交部長官はサウジ内の韓国人2800人余り撤収準備中と言い、産業部長官は国際原油価格が1バレル当たり130ドルを突破したと言った。国防部長官はホルムズ海峡近隣の海上警戒強化中と報告した。大統領は頭を抱え低くため息をついた。米国はすでに介入を準備していると見られています。大韓民国は中東原油に依存しており、すぐに我が社会と経済に大きな打撃が訪れるでしょう。我が政府の核心価値は平和だ。外交部は仲裁提案宣言文を検討し、産業部は非常時エネルギー対策報告書を上げるように。国情院はサウジ内の各勢力と接触し、サウジ内の韓国人の所在把握に注力するように。それと、アメリカがサウジアラビア内戦の多国籍軍への参与を要求しております。拒否する場合は在韓米軍の撤収を行うとのことです。派兵の準備をするように。ア
メリカの要求というか脅しの結果、韓国はサウジアラビア王国に3000人の兵を派遣したのだ。ヤンキーで海岸米軍を接収するとかずるいだろ。肝心の米国を国内の情勢不安を理由に多国籍分への不参加を表明したのだ。今更何言ってんだこいつ。先月はサウジアラビアで28名が亡くなったようなのだ。国内ではサウジ派兵に対して不満が高まっているし、アメリカはもっと加勢するように圧力をかけている。どうするか。裏切り者のアメリカの言うことなんて聞かないのだ。ここは世論に従って派兵を縮小なのだ。バイデンがアメリカ大統領選挙で勝ったみたいだもん。これに共和党の過激派はどう動くのか。砂漠にて焼けるような熱気と果てしなく広がる砂丘は、遥か異国の戦場に投げ出された兵士たちの精神を蝕んでいた。リアドへ向かうある名もない道の上、私が守るべきは祖国の知恵はなく、いつの間にか色あせた同盟の名分だけだった。今日の午後、静寂を破り現れたのは馴染みのあるエンジン音を持つ一覧の戦闘機だった。地上支援のために出撃したサウジ王国空軍である。あそこを見ろ、味方空軍機だ。そうだ、一掃してしまえ。塹壕の中で少しばかり安堵のため息が漏れ出た。そして閃光が私の視界を焼いた。私の目の前にあった我が軍の臨時幕車が紙切れのように引き裂かれたのである。空から降り注いだのは支援の砲火ではなかった。同盟の鋼鉄の破片だった。続いて到着した電文は厚顔無知極まりないものであった。座標5人。短く打電された電文にはいかなる謝罪や遺憾も込められていなかった。燃えてしまった装備の残骸と黒くすすけた戦友の死体の前で、私は今や誰に向けて銃口を向けるべきなのかわからなかった。我々をここへ追いやったワシントンの彼と我が祖国、今や誰が敵なのかもわからなそうなこの真実。私がここにいなければならない理由は砂漠の蜃気楼のようにつかめなかった。一体俺たちはここで何をしていたんだ。サウジ派兵将兵45名、味方の誤爆により戦死。部屋の中は鉛の塊のように重く沈んでいた。参謀は黙って立っており、しばらくためらっていた秘書室長が慎重に口を開いた。大統領、戦死処理をせねばなりません。これを発表しては直ちに世論が揺れ動くでしょう。ここに同盟の裏切りという油を注ぐわけにはいきません。名誉ある士として放送すること、それが国家のための道です。反対側に座っていた国家保安室長が首を振った。真実はいつか露見するものです。隠蔽の試み自体が政権を崩壊させかねません。死んでいった兵士たちの名誉のためにも、我々はサウジに責任を問わなければなりません。私は頭を下げたまま彼らの言葉を聞いた。経済はすでに揺らぎ、支持率は底を探っている。遺族通報、連邦軍共助、責任所在、保証、どれとして軽く流せなかった。遺族に先に知らせ事実関係を公開し連合軍に公式に抗議する。短期的には打撃が大きいだろうが、これが正しい道ではないだろうか。それとも深く埋めておくべきか。決定は私がします。責任も私が負う。サウジに対し公開的に責任所在と保証を要求する。アルジャジーラ報道。サウジアラビア王室は自国空軍の誤爆による大韓民国派遣基地での多数の死者が発生した悲劇的な事件について、大韓民国側が事前の通告なしに交戦地域に駐留したことが原因だと発表し、波紋が広がっている。今回の発表は数日前、サウジ空軍所属戦闘機がダーラン近郊の大韓民国部隊駐留地を反乱軍拠点として誤認して爆撃し、大きな被害を出した事件に対する初の公式発表である。事件直後、大韓民国では真相究明と公式謝罪を要求する声が高まったが、サウジ政府はむしろ責任を回避するような態度を示している。大韓民国政府はまだ公式立場を出していないが、今回のサウジ側の屈辱的な弁明は両国関係を最悪に追い込むだけでなく、すでに反戦デモで政治的姿勢に追い込まれたムン・ジェイン政権のまた一つの大きな試練になると見られる。サウジアラビア空軍誤爆事件が国内で報道されて、火星に対して一気に不満が爆発してるんだが、しかもサウジ政府が謝罪を拒否して政権にも流れ弾が飛んできたのだ。今は聖火隊の兵の外からはデマを求める群衆の声が絶え間なく聞こえてきている。ここで不見分は聞かん。これでこれ以上支持率が落ちることはないだろう。ウォール街の死。アメリカは深刻な危機に陥っており、その影響は世界中で感じられる。ここ数ヶ月間、国は急激な危機に直面し、政治的暴力が増加し、社会の分断が激しくなっている。さらにコロナウイルスの感染の波が激化し、状況を悪化させ、大規模な失業と医療システムの過負荷を引き起こしている。この背景のもと、生活水準が急激に低下した。国の経済は疲弊し、輸出入が急減、必需品の価格は急騰した。国民はパニックを引き起こし、資産の大量売却と現金貯蓄への移行につながった。アメリカの金融市場は崩壊し、それはすぐに他国にも波及した。世界経済は崩壊の危機に瀕し、株価指数は急落し、通貨は下落している。
アメリカの政治的不安定さは世界的危機をさらに悪化させているのだ。オイルショックで経済危機が終わったと思ったらもっとでかいのが来たのだき。そんな悠長なこと言ってる場合じゃないのだ。1年近く消費財工場をはじめいろんな項目に薬かでバフが来たるし、何より劣化準備高が。議会が外交を拒否。21世紀最大の悲劇とみなされるかもしれない出来事が起きた。デンバーとワシントン DC の2つの政府は数週間の交渉の失敗後、アメリカを揺るがす危機の平和的解決に向けた外交交渉を拒否した。トランプとバイデンはそれぞれが国の正当な指導者だと宣言する中、イリノイとインディアナの宗教に沿った一時的な停戦ラインで民兵組織の散発的な戦闘が勃発した。トランプ派民兵がシカゴの高層ビルを攻撃し、炎が立ち上る様子が見られる一方、バイデン派民兵はイリノイ州ダンビルの街に進軍している。アメリカ各地の家庭で家族たちはアメリカ社会の根幹が引き裂かれていく様子を恐怖とともに見守っている。兄弟が兄弟に武器を取る中、第二次アメリカ内戦が本当に始まったことは否定できない。もう一度兄弟対決を。次回、大韓民国第20代大統領選挙、お楽しみに。